とは、出荷前に海苔の端っこをこのように揃えるときに出る小さな海苔ですが、これがとても美味しいけど少量しか取れないので、どうにか大量生産できないものか、ちょっとやってみようかと思いまます。ずこれは何をやってるのかというと、海苔は脱水して乾燥するまで約2時間40分くらいかかります。なので海苔の重量を合わせるために試し乾燥をして重量を調整します。最初に戻って試し海苔ミスを引っ掛けて、結論から言ってしまうと、この試し乾燥した海苔がとても美味しいんです。ズバリこの海苔を使って至高の粉海苔を作ってみようと思います。業務用電子レンジに入れて約4分待ちます。この試し乾燥した海苔は海苔漁師さんならみんな美味しいって知ってますよ。これは試しの重量で1枚約 3.4g です。見かけは悪いですが、極短期間で乾燥させるので味の変化があるんでしょうね。このミニブレンダーで粉砕して粉海苔にしてみようと思います。多分皆さん思ったはず。ずっと削り続ければいいのではと。自分は削り続けたことないんですけど、端っこだけを削ったのと違うみたいね。多分端っこが乾燥しやすいからかなと思います。粉海苔は漁師飯ならぬ漁師海苔って感じです。生海苔のお吸い物もそんな感じですね。これうまいやつ。とりあえずデザインナイフで大まかに切ってみます。デザインナイフは綺麗に切れるので切るときに粉が出にくいです。とりあえずこのくらいに切ってブレンダーに入れてみます。もう少し小さくした方がいいんじゃない？軽すぎて大きすぎて全然切れてないです。もっともっと小さく切らないといけないみたい。結局刻み海苔くらい細かく切りました。なかなか切れないね。1枚なら綺麗に切れてたんだけどな。もうハサミ使ってるやん。粉が出てもいいように100均のトレイを使ってみます。このくらいならブレンダーで切れるんじゃないかな。なので20年前に買ってた手回しシュレッダーでやってみます。水道できれいに洗って乾燥させてみました。なんかワクワク。思ったより簡単に吸い込んでいい感じに切れてるっぽい。視聴者プレゼントできそうやん。これで十分説ありそうですが、粉にするともっと良くなるかもです。斜めにしないと下の方しか切れなかったです。なんか扱い慣れてきた。どうでしょう。いい感じに細かくなったんじゃないかな。ちなみにこれで全計3枚分です。そのまま弱火でいってみます。思ったより量が少ないけど手軽にできるからまあいいでしょう。とりあえず粉海苔の完成です。今回パッケージングもやってみます。株式会社吉村さんから買いました。 URL を概要欄に貼っておきます。いろんなサンプルも送ってもらいました。プリンターでラベルを印刷して裁断機で四隅を切っていきます。この裁断機は10年以上前からパソコンの一部品として使ってたので、今回もちょうどよく使えました。今は売ってないかもしれないです。業務用なので本もバッサリいけます。ラベル貼って袋完成。ちょっと斜めになってる。粉海苔入れて、この後乾燥剤入れました。これで袋を閉じます。とりあえず設定は6で、閉じたら自動でランプが消えて思ったより簡単にできました。これで一連のパッケージングまでの作業が終わり完成です。実食、白菜の漬物が一番合うと思うので
この粉のりをかけて食べてみました。ちょっと醤油かけすぎ。結論、いつもの削ってる海苔にはあと一歩。なかなかいい線いってたみたいだけど、もう少ししたら至高の粉のりになるかもしれないね。料理に使ってますが普通に美味しいですよ。今回は納得いかなかったけど、まだまだこれからもいろんなことを追い求めていきます。最後までご視聴ありがとうございました。これからも面白い動画を作っていこうと思います。もし見て面白かったらチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。